立派な卵をつけていたので撮影しようと容器に入れたらかなり嫌がって怒っています。この容器は反省部屋として使うもので、みんなが見える位置に置くのは反省しなさいの意味です。何も悪いことをしていないのにと感じている様子。なだめるためにご飯を投入してみました。それは食べるものの、やっぱり腹立ちが勝つようなので戻します。違う容器だとこんな感じで見物を楽しんでいる様子。単に水量の問題ではとか、気のせいではとか、そもそも様子が違うように見えへんねんけどなど、差異がわからないと感じる人もいるかもしれませんが、こういった微妙な差はルールを教えていく中で自然と判別できるようになってきます。繁殖の時期は他の子を執拗に追いかけ回したり、体当たりを食らわせたりと悪さをする子が出やすい季節。もし見つけたらまずは素早い指差しで注意します。うちのメダカはこの時点で悪さをやめます。また体当たりなどの激しい行為自体を見かけませんが、全く初めて叱るという場合にはおそらく全てのメダカが等しく怯えるだけで終わります。そしてまたすぐ悪さを再開する流れになると思うので、次は指差し後すぐ小さく透明な容器にすくい上げて、全メダカに見える場所で30秒以下閉じ込めます。アイスホッケーのペナルティ方式です。30秒経ったら元の場所へ戻して様子を観察。本当に初めて叱る場合は多分これではやめません。また悪さをするので再度指差し後閉じ込めます。この一連の流れを見ることで、他の子をいじめたらあれに閉じ込められると全メダカが関連性を覚えていき、治安が向上します。しかし初めての場合には悪さをしている張本人が関連性に気づくのは残念ながら一番最後です。小さなカップに閉じ込められる罰になれる場合も、30秒を最大2分まで、回数は最大3回まで延長しペナルティを課しますが、この延長が使えるのは1回だけ。3回目を2分に延長しても効かなければ二度と使えません。メダカの寿命は人間の約30分の1。30秒は15分に相当し、2分は1時間です。これを5分にしたり4回以上に増やすと、際限なくエスカレートするだけという工夫のなさに私を尊重する気を失い、他のメダカが協力を中止します。では1回勝負が失敗した場合はどうするのかというと、その場合は水質が悪くならないように2リットル以上の容器を用意して、他のメダカが一切見えない場所で半日過ごさせます。この2リットルのペナルティ容器ですが、最適なのは2リットルのペットボトル。飲み口を切り落として使います。水量はあり、上下に行き来はできるものの、自由に泳げず視界も悪いのが高いストレスになるため、はっきり高速ペナルティだと伝わります。大抵はこの厳罰で懲りますが、中には意地を張って余計暴れるメダカもいるので、もし懲りない場合はまた次の日も半日隔離。これを目的のメダカが根負けするまで続けます。この根比べ中にたまに弱っていこうとする子もいます。その場合は他のメダカを数匹入れて一緒に泳がせ、10分くらいで目的のメダカ以外は返します。いわゆる面会です。これで1週間以上かかった経験はありません。またこんなに手がかかるのは初めて教える時だけで、コミュニティが長く続くと指差しですぐ収まります。ただし去年の動画にもあるのですが、治安維持のために他の子を追いかけていた場合、その子を反省部屋に入れてしまうことで水槽内が無法地帯になってしまう失敗もあるので、意地悪で追いかけているのか自治で追いかけているのか見極める必要が出てきます。なかなか今日から始めて来週には分かるようになるという話ではないのですが、水槽の無法者にお困りの方はメダカのためにも試してみる価値はあると思います。またやがて成功した時の話ですが、あれもこれもとペナルティ容器を使いたくなるかも。ですがあまり窮屈な思いをさせてしまうと、ある日誰一人として何一つ言うことを聞かなくなるという
信頼と尊重が全消失する地獄の失敗につながるので、しつこく追いかける、怪我をさせるかさせそう、小さい子や泳ぎの下手な子を大きく素早く動ける体で狙う、似た体格の男の子同士が引用マークの布陣で延々牽制し続けているため、みんなが端に逃げているといった場合に絞ってペナルティー置きを使います。例えば食い意地の張った子が他の子を押しのけても、それは他の場所に広くまんべんなく食事を撒いてあげるといった方法で解決します。これは公園の長寿鯉に現地販売餌をあげるとき、どこの池でも初めは我先にと押しのけ合うのに、私が魚を見分けて順繰りに与えているのがわかると、行儀よく定位置で順番待ちをしてくれるのに感心して、うちのメダカにもと試みたところ、なぜそんな支配的な扱いを受けねばならないのかとめちゃくちゃ腹が立ったらしく、わやくちゃにという実体験から導き出してたどり着いた結論です。それなら鯉の方が賢いんやなと思うかもしれませんが、寿命、人間の観察数、私の性格への理解度の差というところがこの答えかなと思います。それから引用マークの婦人男子だけは、小さなペナルティー容器をすっ飛ばして2人だけで縦長容器に放り込みます。殺し合うのではと心配になるかもしれませんが、逆で2人で寄り添うようにしょんぼり待っています。これは数秒ですぐ戻します。メイン水槽に戻って、もしまだ懲りていないならもう一度3回繰り返せば十分で、関連性に気づきます。これで仲良しにはなりませんが、争うのをやめます。この子は今年生まれた子で、稚魚住居で一番大きい子です。今よりずいぶん小さい時に自分が世界で一番大きいため、体の小さな子を追いかけ始めたので指差しで注意。それでも当然意図は伝わらず、やめない日々を指差しで見守り、大人の口に入らないサイズまで大きくなるのを待って、指差し後のタイミングですくい上げて大人水槽に合流させました。大人はルールのもと絶対に追いかけたりしないのですが、小さい新顔が来て物珍しいので必ずそばへ見に来ます。一通り見物が終わってすぐ稚魚水槽に戻したのですが、これが心底恐ろしい懲罰に感じられたらしく、その後一切他の子を追いかけなくなりました。この子が稚魚水槽のボスなので、この子が学ぶことで他の子も真似していき、稚魚水槽も整っていきます。たまに稚魚ボスがおとなしい理由を理解できず、おとなしいならと攻撃する稚魚も出てくるので、その時は大きくなるのを待って大人水槽に。初めのうちは大変ですが、一旦覚えてしまうと新たなメンバーが増えても先住が教えてくれるらしく、大きな揉め事は見かけなくなるので、ぜひ頑張ってみてください。